松原さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれる？今日はですね、11月2日になったんで、もう水切りを始めなくちゃいけないんですよ。そこら辺をですね、今回は、ノビル系とアフィルム系とリンドレー系ですね。それとあと響きの水切りの方法をちょっと説明していきたいと思います。はい、で、今試行錯誤をしているところです。一昨年は水を乾いたらあげるというパターンだったし、去年はですね1ヶ月水切るという方でした。でいろんな情報を集めながら試行錯誤してですね、今年はベストな方法でちょっといきたいと思います。一応ですねいろいろ経験しながらやっていますんで、ここが 100% じゃないかもしれませんけど、実証実験をちょっと何年かちょっと続けていきたいと思っておりますので、そこら辺はご了承よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの場合には3種類作ってるんですよ。苔玉の場合と板付けの場合と鉢植えの場合で3つともですね乾き具合がちょっと違うんですよね。ですからちょっと苔玉はですね少し水を多めにちょっとやろうかなと思っています。でこれもですね、これは苔玉を板付け、サーフウッドにつけたやつなんですけども、普通皆さんが育てておられる鉢物に関してはノビル系ですね。11月1ヶ月水を切った方がいいと思います。これは乾きが全然苔玉に比べると遅いんで、しっかり乾かしてから11月いっぱい乾かしてから12月から水をやるという方法がいいかなと思っております。皆さんの作付けというかその苔玉作り、板付け、鉢物でその水やりが少しずつ変わってくると思いますけど、でこれもですね、去年一昨年はもうずっと乾いたら水やるというパターンでやっていてですね、もうある程度花はついたんですけども、で去年は1ヶ月水をやらないという方でしたら、まだずっと水をやり続けるよりちょっと花つきが良かったのかなとも思います。苔玉と鉢物の違いが水の乾き方がちょっと違うんで、そこら辺をまた少しずつ、研究しながらやっていこうと思います。はい。この実証実験もですね、1年後にはもう春の方にはですね大体分かってくると思いますので、まずはですねノビル系ですね、この時期に花が咲いたのがあるんで、それのプリズムですね、これ、はい、ハマナレークプリズムという品種なんですけど、ノビル系ですよね。改良して作られたやつなんですけど、ノビル系の場合鉢植えはですね1ヶ月水を切るという方法でやっていきたいと思っております。これノビル系の苔玉と板付け、流木付けも含めて、これは1ヶ月水を切らずに2週間に1回しっかり水をやろうと思っています。本当に鉢植えに比べると乾きが早いので、2週間に1回たっぷり水をやって、それからまた2週間やらずにという形でいきたいと思います。で、12月からは乾いたら水をあげるというパターンに戻していこうと思っております。はい。それで今年はやってみますね。それではアフィルムの今後の11月になってからの水やり方法をちょっと説明していきます。11月はですねまだちょっと成長しておりますので、乾いたら水やるという方でやっていきたいと思います。で12月の初めにしっかり水をやってから、で2週間後にまた水をやるという形ですね。スリット鉢ですけれども吊り鉢ですので結構乾きが早いんですよね。アフィルムを長く生産しておられた方からちょっと情報を得まして、2週間に1回の水やりで大丈夫ですよっていう形、しっかりむちゃくちゃ花がついていたんですよね。ですから12月に、の最初に水をしっかりあげて、で2週間後にまたしっかりあげるという形。冬場は2週間に1回の水やりでいいですよということでしたので、アフィルムはですね12月1月2月は2週間に1回水をやるということにしていきますので、2週間1回の水やりでしっかり花芽が出ていたという事実もありますので、今年それでいこうかなと思います。あんまりですね水を切らしすぎて、12月1月2月ですねで花が飛んだっていうことも考えられたんですよね。ですから2週間に1回しっかり水をやって、また 2週間後にまた水をやるというやり方ですね。それを今年はやってみようと思っております。はい。アフィルム苔玉の水やりについて、これはですね水やり方法が違うんですよね。水の乾き方がですね。
ですから、苔玉とか、苔玉の板付けとかはですね、水やり法をちょっと変えていきたいと思います。11月いっぱいは乾いたら水やりというパターンでいきまして、で12月からはですね、1週間に1回水をあげるという形ですね。2、3日で乾くんですが、1週間我慢して、1週間後に水をあげるというパターンですね。12月、1月、2月は1週間に1回しっかりあげるという方で、いきたいと思います。苔も生きるし、アフィルムも花芽を維持しながらいけるんじゃないかと思います。あんまりバルブがシワになるぐらいに乾かしてしまうと花が飛ぶということも考えられますので、結構今までですね乾かしすぎでちょっと花が飛んだっていう部分もちょっと考えられますので、今年はそれでいきたいと思います。苔玉と板付けの場合には12月から1週間ごとに水をあげていこうと思います。はい、それで今年はやってみたいと思います。よろしくお願いします。これはロディゲシの吊り鉢にしたんですけれども、ちょっと大きめの鉢、吊り鉢ですね。ロディゲシもですね、アフィルムと同じく、11月まで水をやって、12月から水を切るというやり方でやっていきたいと思います。一応ですね、鉢物とかこの吊り鉢結構容量が多いんで、2週間に1回の水やりですね。皆さん持っておられる鉢植えとかであれば12月から2週間に1回水をあげる。12月になって最初の頃に水をしっかりあげてからで2週間後にまたあげるという形ですね。2週間水を切って2週間後にしっかりとあげるというパターンでいきたいと思っております。ロディゲシの苔玉作りです。これはですね、水入れが早いんですよ。でとりあえず11月まで水あげます。乾いたらあげるというパターンですね。水が乾き早いんで、12月になってから鉢植えとはちょっと違ってですね、乾きが早いということで、1週間に1回の水やりをしていこうと思っています。苔もきれいに生き出すし、しっかり乾くから乾かす効果あると思うんですよ。1週間ですね。1週間に1回水をしっかりあげるというパターンで12月からいきたいと思います。で12月、1月、2月は1週間に1回しっかりあげるというパターンですね。苔玉にすると乾きが早いんで、どうしても1ヶ月ぐらい水を切ってしまうとバルブがシワになる場合もありますんで、苔もですねなかなかちょっと黒ずんだりしてくることもありますから、今年はですね、11月にしっかり水をあげるという形でやって、で12月から1週間に1回ですね水をしっかりあげるという形でロディゲシの苔玉作りはですね、やっていこうと思っております。今試行錯誤中です。でですね、今年はロディゲシに関しては外でも大丈夫だという情報がちょっと入ったんですよ。ですから今年はですねちょっと比較実験として外にでもですね霜が降りるようなところでちょっと管理していきたいと思っております。で外でも大丈夫なのか、何度ぐらいで大丈夫なのか、霜が直接当たるところちょっと温度を下ぐらいっていうのところでちょっといろいろパターンを変えてロディゲシの性質をちょっと今年はですね研究しようと思っております。リンドレーの水やり方法をちょっと説明していきたいと思います。リンドレーもですね、ちょっといろんな情報を今集めております。どういうふうにしたらいいのか、というのを集めて、でこれはですね11月12月はある程度水をあげて1月からですね水を切ろうと思っております。いろんな情報今いろんなラインさんからも集めているところなんですけど、花芽が出るまで水やらない方がいいよっていうことも言われているんですよ。で3ヶ月目4ヶ月も乾燥のところで育ってるやつだからっていうことで、絶対乾かすことは必要だけど、その期間がですねどれぐらいになるかもちょっとわからないけど、来年の1月からですね、水を切る方がいいよということの情報もあるんで、ですから今年は11月12月は水をある程度上げて、1月から水を切るという、とりあえず1ヶ月を目標に切ろうと思っています。でもちょっと様子を見ながら、ほとんどシワになるんですよ。シワになってから花芽が出てくるという状態なので、花芽が少し確認できてから水やりをですね少しずつ始めていった方がいいのかなと思っております。まずどうしても水切ることは大事ですよということなんですよ。
でもそれをいつから切った方がいいのか、である程度寒さに合わせるのはもう11月12月で OK なのかな。であと水切る期間ですね、それをどうするかということで、一応1月から水を切る。うちの場合ほとんど鉢植えっていうのはないんで、流木漬けか、苔玉か板漬けかですね。で、乾きがすごく早いんで、11月12月はしっかりこう2、3日1回ぐらい水をやっていこうかなと思います。というのはもうすぐシワになるんですよね。はい、もう結構水が好きな植物だということで、メリハリをつけてもう冬場はもうちょっと水をあげてバルブをそんなにカラカラにしわしわにしないようにして、で1月にしっかり水を切って花芽をつけさせて、で、3月ぐらいからこう花芽が確認できたらしっかりこう水をあげていくというやり方で今年はちょっとやろうかなと思います。リンドレンもですね今試行錯誤中です。去年はですね5月ぐらいにしっかり花がついたやつをから始めたんですけれども、もうバルブもパンパン張っていてすごく綺麗なんですよね。でこれが花芽がついてる時にこうシワシワだとなかなかちょっと見栄えもちょっと悪いんで、パンパンしたバルブがパンパンした状態で花芽をつけていこうと思っております。水やりは結構難しくなるかなと思いますけれども、今年はそういうパターンで11月12月は水を乾いたらあげるというパターンで、1月からしっかり1ヶ月は水を切って、ちょっと様子を見ながら少し長くなるかもしれませんけど、花芽ができれば確認できてから少しずつ水やりを始めていこうかなと思っております。そういうところでリンドレーはちょっと挑戦してみたいと思います。これがいい実証実験になると思いますので、またその辺もですね、報告していきたいと思います。これがウェンツェン、これがジェンキンシーというやつなんですけど、これもリンドレーと大体こう親戚同士なんで同じようなパターンでいこうかなと思います。11月12月水をやって、で1月から乾かすというパターンでいきたいと思います。これはしっかりこう1ヶ月以上は水を切るということでやっていきますんで、どうなるか、またクルカル村のチャンネルで、映像を見てください。しっかり結果が出てくると思います。響き、これは響きなんですけれども、響きは結構水が好きなんですよね。で乾いてから水あげるというのが一応基本にしております。鉢の投げ込みなんですよ。である程度冬になると水持ちがいいんですよね。で乾いてからあげるというパターンですね。1週間に1回ぐらいしっかりやろうかなと思います。1ヶ月こう水を切るんじゃなくて、これはある程度水をやるパターンでこう過ごしていきたいと思っております。でも鉢の中が湿っていればやらない方がいいと思います。しっかり乾いてからあげるというパターンで、響きはやっていきたいと思います。結構水が好きなんで、そういうパターンでいきたいと思いますので、11月1ヶ月水を切るんじゃなくて、乾いてから水をあげるというパターンですね。置く場所によっても変わってくるし、投げ込みなのか鉢に素焼き鉢に植わっているのかでも乾きがちょっと違いますので、乾いてから水をあげるというパターンでこうやっていこうかなと思っております。これもですね結構8月ぐらいから咲いてまだしぶとく咲いているというところなんですけれども、その代わりですね、これはですね冬の寒さにちょっと弱い部分がありますんで、最低が5度ぐらい欲しいというところですね。寒さにはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。11月12月1月2月3月ぐらいまでは乾いたら水をあげるというパターンですね。で4月からしっかり肥料をあげて水をしっかりあげるというパターンですね。うち結構乾燥が早かったんで、そこ辺はですね皆さんも置く場所によってちょっと乾きが違うんで、そこは気をつけてあげた方がいいかなと思います。ほとんどこの響きに関してはバークで植わっている場合が多いです。水抜けがすごくいいんで乾きもちょっと早いというところもありますけれども、そこへも気をつけてですね、乾いたら水をあげるというパターンがいいのかなと思っております。これがですね電子フローラム、今年導入しましてむちゃくちゃ綺麗な花が咲きました。
はい、それをですねちょっと流木というか古木です、古木につけてみたんですけど、これでしっかり根を張らせて来年はしっかり花を作ってくれたらいいかなと思います。電子フローラム、房咲きの黄色の、デンドロビウムですね、なかなか手に入らなかったんですけど、こういう感じで育ちました。これが電子フローラム、こっちが印フローラムといって白と黄色ですね。そういうパターンで2つを植えてみたところです。はい、でこれも今年の5月に導入したんですけども、その時はほとんど根がなかったんですよ。それがうまく育ってこれぐらいにこう育ってきたというところなんですよね。はい、これはですね今からおすすめしていきたいという品種です。電子フローラムと印フローラム。印フローラムの方があんまり株がないんですけれども、はい、これもですね今年、来年と育てて大きくしてから販売していきたいと思っております。電子フローラムに関してもですね、リンドレと同じようなパターンで、1月から買おうかそうかなと思っております。でそのフローラム系花が咲くのが楽しみなんですけど、はい、花をつけるために、その寒冷処理をやるじゃないですか。はいはい、そこら辺の話をちょっと。寒冷処理の話はですね、とりあえず、10度ぐらいの最低温度が10度ぐらいになってから2週間ぐらいは寒さに当てた方がいいというのが基本ですんで、11月11月になって即部屋の中に取り込むんじゃなくて、温度計を見ながらですね、ニュースを見ながら天気を見ながら、最低温度が10度以下にですね2週間ぐらい当てるというのが必要かなと思います。はい、そうですね、あんまり早く家の中にあったかいところに取り込んでしまうとまずいんで、そこら辺は気をつけてください。寒さにしっかり当てる。うちはですねあんまり加温しないんでしっかり寒さに当たるのかなと思うんですよね。水切りと寒冷処理というのは必要なことなんで、そこに気をつけてください。はい、それとですね、できるだけ11月にはですねもう、日に当てた方がいいということも言われておりますので、水を切る寒冷処理をする日に当てるっていうのが11月に必要なことになってくると思いますので、できるだけ明るいところでこしてあげるといいかなと思います。うちも寒冷車を外してですね、そこにノビル系とかアフィルム系そういうのを入れておりますので、そうですね、しっかり寒冷処理をして日に当てて、水やりも調整していくという形でデンドロビウムをきれいに咲かせていきたいと思っております。松田さん、今までの動画で寒冷処理は、霜注意報が出たらお家の中へっていうことを言われてたんですけど、それちょっとアバウトすぎるのでなるほど、ですからその最低温度をチェックしながらですね、そこにはやった方がいいかなと思います。はい、急に寒くなる場合もありますので、そこら辺は気をつけた方がいいかなと思います。去年うちはですね12月15日に、マイナス5度になったので、そこでノビル系が少しダメージを受けたっていうところもありますんで、あんまり寒さに私がいけないかなと思っております。これは十分気をつけてください。はい、それと質問ですけど、寒冷処理をしなかったらどうなるんですか？花芽があんまりつかなかったりするんじゃないかと思いますよね。松田さんもバッチリ寒さに当てるから、その当てなかったことっていうのはないんですよね。そうですね。でもちょっとうちの場合苔玉が多かったんで、冬乾かしすぎたっていうので花が飛んだっていうこともあるかなと思うんですよね。そこが今年ちょっとアフィルムを苔玉の場合はちょっと水をですね1週間に1回ぐらいやるとか、そういう形で調整していこうと思うんですよ。で寒冷処理に関してはしっかり当たっているのが大丈夫かなと思うんですよね。なるほど。なかなかそこら辺がですね、種類によってちょっと違ってきますんで、皆さんもですねちょっと種類に応じて対応が違うから、そこら辺はちょっと気をつけてもらった方がいいかなと思っております。だから可愛い過保護じゃ良くないってことですか？そうですね。ああいううちみたいに鍛えてっていうか、最低限の施設なんで、うちの場合はですね、そこら辺で、冬はですね5度以下にしないようにちょっと緩和してあげているというところもありますけれども、去年ですね寒い日にハウスの中店の中がですね2度になったことがありました。
びっくりしたんですけど、もうちょっと朝気づいた時はもうどうしようもなくてですね、はい、で響きが少しちょっと元気なくなったかな、ダメージ受けたかなと思っております。他はですね全然こう平気でしたね。2度でも平気でした。昔はですねうちのハウス、生産ハウスがですね0度ぐらいになってたんで、はい、大体言ったんですけどね、0度でも響き以外はですね大体越していましたね。そんなダメージもなくてですね。でも0度を称賛するわけじゃないですからね。まあ最低5度は欲しいということはしっかりこう皆さんもこう守ってもらいたいと思いますね。松田さん花大好きだけどめっちゃ鍛えますよね、花をね。しょうがないですね。設備がちょっと完璧じゃないんで、はい、そこら辺で皆さんの場所、家庭に行ってですね、普通のところでちゃんと育てるような感じでいけばちょうどいいのかなと思ってますよね。はい、なるほど。そういうところで考えております。なんか松田さん、はい、どっか出店するんでしょう、また。今度ですね、11月の7日から宮崎神宮で行われる植木市に、ちょっと委託販売という形でさせてもらうということになりましてですね、うちの商品を置く場所も作ってくれるということで、宮崎です、宮崎園芸さんが協力していただいてですね、販売コーナーを作るから持ってきてよということを社長自ら言ってもらってですね、皆さん宮崎に近い方はですね植木市しっかりこういろんなのを並べていきたいと思います。ここで私一人で見るのはもったいないかなと思ってちょうどいい話が来たんで、宮崎植木市にこうちょっとコーナーを作らせてもらうというところで今動いております。11月の7日から始まりますんで、12月の1週目まで多分やると思います。はい。わかりました。宮崎園芸さんですね。宮崎でこうしっかりした花屋さんがこう結構広い場所でやられますんで、その中の一コーナーをちょっとうちの商品でこう飾っていきたいと思っております。はい。アフィルムからですね、電子フローラムから、いろんなやつをちょっと並べていこうかなと思います。ノビル系のガーデンデンドロビウムもですね、結構仕上がったのがあるんで、それもちょっと並べてみようかなと思います。はい。近くの方はぜひですね宮崎植木市、11月の7日から始まりますんで、遊びに来てください。はい、花見に来てください。植木なんかもたくさん出ています。はい、記念樹とかですね、花木とかそういうのがいっぱいありますんで、ぜひ宮崎植木市に、来てほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。